ライン全部やばいやつ結構こうクラフトの玄人たちをちょっと集めさせてもらってる。これロゴ？これロゴこれロゴじゃない？ R と L で。ルームトゥーグッドはいい店にしか置かないの。ありがとうございます。マジこれすごいよ。はい、こんにちは、シトレイです。今はですね、大阪は梅田に来ています。今日はね、何をするかと言いますとですね、こちらです。ルーム、ちょっと古いビルの2階にあるんですけども、ちょうど1年くらい前に京都に取材行ったことあるんですけど、その時に LLOOMM と書いたルームがありませんでしたか？実はあれのこちらがルーツになっているということですね。そして覚えてますでしょうか、イケメンイケボのモッチのことを今回も参加いただけるということで眼福になるんじゃないかなと思います。じゃあ早速入ってみましょう。早速モッチではない。マイケルっぽくないですか？マイケルっぽいね。なんか洋服がちょっとカジュアルだね。ちょっとモッチに後から聞いてみましょう。こんにちは。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。今日はよろしくお願いします。改めましてモッチです。よろしくお願いします。印象ガラッと変わったんじゃないかなと思うんですけども、たくさん反響をいただいておりまして今まで出演されたショップスタッフの中で過去一イケメン&声も素敵。この店長いいね。服好きが伝わってくる。ああ、そっちの方面。それいい。ね、25歳でこんなに落ち着いてイケメンだし素敵すぎる。おしゃれイケメン店員さん、お部屋見てみたいくらいかっこよかったです。ルームだけに。ルームだけにね。じゃあ次はモッチのルームツアーでもしてもらうなりで。緊張します、ね。まあそんなこといっぱい、いただいておりますよ。よかったらボリューム1も見てもらいたいなと思うんですけども、じゃあ早速なんですけども、はい、このルームはいつからできたんでしたっけ？15年今経ってて、前来てもらっている京都が次の3月で7年経つ。こっちのルームと京都のルームってやっぱちょっと違うんですか？そうですね。根本的なコンセプトはやっぱりミクスチャー、インポート、ドメスティック、その中に違ったもっとインディーズなブランドだったりとかをやっぱりミックスするっていうのは変わらないんですけど、京都は京都でより切れ味とか新しいピックの速さだったりとかを意識した、セレクションなんですけど、大阪はもうちょっと大阪っぽいというか、カラーリングだったりとか、このブランドとこのブランドが隣に並んである面白さだったりみたいなのをより雑多なお店にしたいなっていうので、ちょっと2店舗分けてたりはします。じゃあ早速見ていきますか。はい、よろしくお願いします。じゃあこちらからですね。まずはここは何になるんだ？ここが新谷小塚ですね。新谷小塚、はい、この間行ったやつ。楽天ファッションウィーク。新谷小塚でも勢いあったもんね。ありました。お客さんも多かったし。ねえ。なんかこれちょっと遠くから見たら絵になってるのこれ？そうですね。全体的にブランドのコンセプトは曖昧だったりぼかすみたいな不特定なものを打ち出すっていう、架空の設定をよく作ったりしてからコレクションを作るんですけど、なので抽象化なんですよ。割とぼやーっとしてる感じだもんね。確かにこっちも風景画だけどぼやーっとしてるというか、なんか視力 0.02 みたいな感じですかね。いけてる。こういうギラッとしたのもありの短丈のデニムジャケットになってます。結構強めにラメが入ってるので、直接的なインスピレーションも多くて、今回そのパリを歩いた時に晩餐がやっぱりイメージの中にあったので、そのまんまやっぱりこの最後の晩餐もしたちょっとグラフィックだとこういう抽象もあるんですけど、がっつりこういう風な絵本を作ったみたいなニュアンスでこういうものを作っていたりとかも、そこがだから現実と非現実の、境目をあまり作らないっていうところですかね。なんかショー見るだけじゃ分かんないよね。ショー見て服見て説明聞いてやっとブランド分かるみたいなとこあるよね。これいいチャンネルなんじゃない？いいチャンネルなんじゃない？めちゃくちゃ。なんか私だけで補いきれないことをもっちが補ってくれるからありがてえ。こんでもまた変わりました。松藤っていう。松藤。日本のブランドですね。どんなブランドなの？もともとクリスチャンダダの企画だとか生産をやってたブランドなんですけど、いわゆるダダのイズムはありながら、そういうもう一発都会的な服装に落とし込んだっていうのが松藤。いわゆる今っぽいすごいリアルクローズなブランド。確かに着やすいというか、ダダはもうちょっとモードに振っているっていうか、黒くて細くてシュッとしたみたいな感じだけど、もうちょっとシャカシャカ素材だったりとか、ここになんか謎のポケットがシークレット、ポケット未満みたいな。とやっぱダーツのついでにポケットみたいな、いわゆるアクションプリーツみたいな感じですね。ラグランにしているので、より柔らかい生地に対して柔らかいパターンと
もう一発ちょっとこう直線的なディティールを入れることで、ちょっとかっこよさもやっぱり残して作ってるジャケットですね。確かに形面白いのが多いね。ここにちょっとこう、ダーストップがあってちょっとポワってなるシルエットっていうのかな。こういうのどうやって調べてくるの？前も聞いたかもしれないけど。松藤さんは、来てくださいました。頼もうみたいな。はい、本当に。みたいな。はい。すごい熱意もありましたし、すごく丁寧な方なので、やりたいなというので、こっちでちょっとさせてもらってるんですけど。そういう持ち込みみたいなのって結構デザイナーさんやブランドからあるもんなの？たまにあったりしますね。あと本当にデザイナー伝いで紹介していただくもあったりします。友達のブランドなんだけどどうみたいな。嬉しいだろうね。ここわざわざ持ってきてさ使ってもらったら。そしてこっちはクレプスキュールっていううち本当にお世話になってる。また新しいのが来た。今度こう勉強会ですよ。私にとっても。これも日本のブランド。はい。ニッターさんの中でもすっごい信頼を置いている僕らが10年ぐらい付き合いあるブランドなんですけど、このカシミヤコンのカシミヤコンなんですけど、ニットティー、ニットポロを作ったりとか、これでね価格がやっぱりね2万くらいのベースで作れたりとか、一番本当に形作りとに対するものづくり仕上がった製品とのバランスがすごく良くて、かつやっぱりただ着やすいだけじゃなくて、ファッショナブルな要素もむちゃくちゃ感じるので、よく別注をお願いしたりとか。ちなみに今回の別注は何かあったりするの？ここですね。ボーダーティーをニットブランドなんですけど、なんか本当に T シャツの作りもすごく良くて、ファブリック生地のことも詳しいので、いい生地。そうなんですよ。ちょっとこうしっとりもっちりしてるような生地感で、かつやっぱりクレブスキュールはっきりしたカラーリングっていうものをあまり作らないんですけど、そうだね、なんか同じブランドに見えないもんね。そうですね。そこをこう面白く解釈してもらって一緒にパターンから引いてもらったりとか。でもなんか色使いがちょっと大阪っぽいの分かってきたかもしれない。こういうニュアンスですね。今もちょうど冬に仕込みはあるんですけど、ハーフジップの別注を今仕込んでるっていう。アケピの好きなハーフジップ。ジップばっか買ってた。一時期そればっか買ってた時期があったのよ。着やすいですよね。でこっちはまた違うの？ここは本当恐れ多いんですけど、ちょっと作らせてもらったもので。作らせてもらったもの？よく全然ニュアンス違う別注投げたりするんですけど、その中でやっぱりいい人すごく多くて、ルムさんもそろそろ自分たちの名前でやっていいよ、もう生産手伝うからみたいな方々が言ってくださって、なので本当にこうオリジナルとはこう口が先でも言えないものなんですけど、こっちも関わってるってことだよね。これはあげたりとか、今これいいんじゃないですかみたいな。パッカブルの本当だ、ここでパッカブル。やっぱ大阪って結構みんな自転車乗るん。わかる、めっちゃ自転車多い。そうなんですよ。でやっぱ雨の日がすごく困るんですね。こう傘ささないし、自転車乗るしっていうので、やっぱ雨の日でもちゃんとこうファッション意識したもの、でささっと羽織れるもの。はい。結構ここ広いんだね。もう上からやっぱりレイヤードできるようにニットの上からだったりとか、見頃も書いてます。本当だ本当だ。小技。小技。やっぱりさ、いいもの見てる人はさ、量見てる人は作るものもちゃんとしてる。これはウエストベルトを作ってて、ウエストベルトのちょっとスカートライクなウエストベルトをレイヤードしてるみたいなものを作りたくて作らせてもらってます。でこれの素材、同じ素材のパンツ。あら、もしかしてこれロゴ？これロゴじゃない？ R と L で。ルーム、京都と大阪の R と L。なんかこうベロベロってなったのもいい。このちょろ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 っと。517ライクに作ってる形、こういった生地あってもいいんじゃないかっていうので、ジャックフレアが機能面やっぱり大事にしてる。15年やっぱお店やってると、20歳から来てくれてる人たちも35になってたりとか、30の方も45になってたりするので、その幅はすごく意識しながら、置いていかないっていうのはイメージして。レンジの広い人が来そうだもんね。そうですね、そうですね。さっきの人もね、一番最後にね来てた人もなんかすごいの買ってたよね。しっかり接客してるしさ、なんか一人一人にかける時間が長いんだろうなって思った。めっちゃ見てくれる。週5目のようにこうやってこっちもそう？ここがパースプロジェクトって言って、
てパースプロジェクトはい、香川のブランドで一番付き合い長いです。もともとカットソー工場に足通うデザイナーで、軍手とかソックスとかをその工場よく作ってて、その立体的なデザインで応用していくっていう。なのでもうよれなかったりとか、いい、この生地いい、これ古着になる生地だね。そうですね、もうずっと着てもらうような、ね、ドライな生地がやっぱり多いので、スウェットでいうと、起毛をさせてなくて、やっぱ長いシーズン着れるように、コレクションもそういったコレクションを作ってます。これも一緒？はい、これで別注させてもらって、こちら別注。やっぱスウェットすごい作るのうまいので、でかつヴィンテージをやっぱり詳しい方なので、ヴィンテージの加工、こういう日焼けの加工だったりダメージの加工だったりをセットにして、こうヴィンテージのセットってめっちゃこう詰まってるけどサイズあまり気に入らなかったりとか、そこをやっぱ今現代ねこう生きてるデザイナーにお願いするっていうところで、サイズはむっちゃ意識して作ってて、ちゃんとポケットも作ったりとかありがてえ、スウェットにポケット、スウェットにポケットついてる、ありがたい。作ったりとか、だってちょっと入れたいじゃん、携帯とかさみたいな。そしてこれも私多分見たことないと思う。サバイっていうブランドでタックバギーっていうツイルの生地に立ち切りで、でインタックにしてる、で起毛感のあるツール生地にしているので、シーズンも割と長く履いていただけたらなっていうので、この生地を選ばせてもらってるっていう。生地選びからもしてるんだ。一緒に結構選んだりしますね。そりゃなんか自分でブランド作れって言うよ。まだ分からなかった。アモック？その通り、アモックです。もともとアンリアレイジで勤められた方がパターンまた面白い人なので、ドッキングみたいなのもあったりとか、でわりかしブランドのアイコンはニットがすごくニットが強いんだ。はい、これもなんかのロゴに毛生やしたみたいな。ザフーの的みたいになってる。そうです。素材の違うニットの編み織りがすごく得意です。そっか、これとここ違うから、裏見てもらうと分かるんですけど、全然違う素材感で。これ作るの大変だよこれもニットの MA1、後ろはパッと見普通。でもちょっとなんか片鱗がこれちょっと違うんじゃないの、ちょっとなんかあるんじゃないのっていう匂わせる感じは、匂わせな感じが、やっぱりねみたいなやっぱり癖あったみたいなで次がこれ前もあったよね。はい、TSTS 今ようやく1年経ったんですけど、卒業こそしてないんですけど、アントワープに在籍してて、一番最後に学生の時にやったコレクションが、自分の中で満足いくものだったりとか、大河に向けて評価がすごい高かったものをブランド1シーズン目やって2シーズン目やって、1年経ってようやくそこのいいものをパシッとやってるコレクションなんですけど。じゃあ今これが一番脂乗ってるというか、やりたいことやってる。そうですそうです。後ろはこれ両方で着れるってやつなんですよ。フロントもバックもこっちも両方いける。はい。こっちもそうだね。切り返し、こっちとこっちが違うみたいな。でも後ろのこの貼り合わせの仕方が面白い。ここで叩いてるって感じ。はい。こういうのはどうやって見つけてきたの？メールいただきましたね。やっぱり売り込み多いんだね。そんなだって私がデザイナーだったら売り込み行くと思う。ジャケットも中でそのシャツと同じ仕様で切り返してて、本当だ本当だ。ボタンホールもピンクにしてたりとか。なるほど。ギンガムチェックとかって見たことあるものに対して、TSS だって思わせる能力ってやっぱそこ才能だと思うんですよね。そうだね。だって見慣れたものなのに絶対こうだって分かるってことは、こういうものづくりの改変をすごく編集能力を持ってるっていう。このごっついのは何ですか？確かに。これ CCU っていう国内のレザーブランドで、もうジャケットメインでやってます。形ちょっと面白いね。ポケットの形がそうなんですよ。長いっていうか、いわゆるシングルダブルもザ・レザージャケットっていうのもしっかり作ってたりします。本当にレザーの加工を熟知されてる方なので、同じ方に対しても全然違うアプローチを与えれるっていうブランドです。からのビューティフルピープルになります。ビューティフルピープル。BP も扱ってるの。ビューティフルピーポーは意外だった。あと私なんとなくレディースイメージの方が強かったから、メンズもなんだみたいな。いろんなボタン、も切れます、こうも切れますなのかな。縛るもよしですし、でちょっと立てて全然トレンチではないような仕様にもいけますよと。もうちょっとミリタリーライクだったりとか、ハンティングっぽい仕様があったりとかっていう要素がむちゃくちゃ多い。最近の BP こんな感じ。そうです。結構クセクセ強い。ダブルエンドっていうこっちが襟っていうんですよ。そう切れますよ。こうも切れるよ。こうなるっていう。そう着ようと思えば着れるよと。BP といえばはい、
ライダース。ライダースですね。いや昔からあるイメージありますね。フィンガリン、私も初めてでした。あ、本当ですか。うん、結構ね、年数は長かったりするんですけど、結構横広の、そうなんですよ。結構横広じゃない？これね、なんでかっていうと、この布団コートって言われるコートで、パラ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 ーとパラ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 ーと1枚の布団になるっていう。なるやつだ。寝れちゃうよ。パラパラと1枚の布団おーになるっていう。寝れるね。これちっちゃい子寝れるよ。そうなんです。かつ、うんこうくるくるくるとうまいこと畳んで、うん。最後ここで縛ると枕になるっていう。あ、本当だ。セット持ってたらあ、2つあれば枕と布団になりますよっていうのを、なるほど。生地が変わったフランネルだったりとかもあるんですけど、今回この、キルトでちょっとギミック効いてんだね。1列じゃなくて2列とか。あれあれっていう感じの。で大陸がありの、大陸。もう勢いのある。京都でも結構あり京都でもはい。ねえ、このデニムのイメージはすごいあります。京都でもこれは見覚えがあるんじゃないですか。わかりました。ね、このペラペラ。すごいツイードなんだ。はい。珍しくて、今回のコレクションってこういう映画の題材でやっぱりずっとコレクション作るので、今回インスピレーションファイトクラブブラピの、ちょっとこう男臭いファイトみたいなところに展示会場でも一見スッと本当にあったので、めっちゃよくってレディースのフェミニンな感じするから。でもなんかブラピが着てそうなシルエット的には。そうなんです。パンツ作らしてもカーゴ、ちょっとこうミリタリーライクだけど、こういうちょっとボタンのこうニュアンスだったりとか、レディースっぽいちょっとラグジュアリー入ってたりとか、これでもセットアップできたら可愛いんじゃない？ありますよね。よっぽどちょっと人選ぶけど、ちょっとモチには着てほしいけどね。でもモチ何でも似合いそう。なんかトゥークッド、トゥークッドはいい店にしか置かないの。ありがとうございます。ありがとうございます。マジで。石川県でフェイトンっていうとこあるんだけど、そこで見てから知ってるんだけど、ほぼ置いてないよマジで。でも量もそんなに作れないんだよね。だからちょっとこう自分がここぞと決めたとこだけしか置かない。だからちょっとびっくりしたんだけど、どぎも抜かれました。あんまり見れない。見れない絶対見れない。絶対見れない。都内で私見たことないかもよ。ないですよね。マジこれすごいよ。ここからここまでというウッドで結構やってるんですけど、クラシックでもありますし、モダンな雰囲気もあるんですけど、あったかさのあるクラフトのコレクション展開がやっぱりあるので、あとこの作りとかなんかここら辺の丁寧さとか、あとなんか優しいんだよね。そうですね。なんか作りが強く伝えるというよりかは香らせる、匂わせるようなコレクションかなと思いますね。ここがランラスタディオっていう、これもロンドンのブランドなんですけど、アイスランド出身なんですよね、デザイナーが。活火山も未だにあるところが出身のデザイナー。もの見てもらうと、そういった要素がすごくある、いわゆるドアっぽいというか、アウトドアっぽいところ。はい。確かにこの紐の使い方だったりとか、色もなんかニュアンスカラーっぽくていいね。そうですね。パキッとしてな感じ。山っぽいイメージを、都会にどう落とし込むか、逆に都会っぽいものを、そういったものにどう落とし込むかっていうコレクションを制作していて、そういう美大を出てながら、こういったちょっとこう男臭いニュアンスのものを、男臭くはないカラーリングだったりディティールだったりで落とし込んでます。色味がなんか優しいもんね。そうですね。もう本当に、着心地もそうですし、なんか柔らかい。こっちが、こっち前にちょっとガッツと喋らせてもらったアマチ。覚えてる。マニアックな人ですね。アマチを今期からちょっと大阪でもいいんじゃないかということで、大阪でも取り扱いさせてもらって。ついに大阪上陸。はい。アマチさん。こっちは？ここはチェンジーズっていう大阪のブランドなんですけど、チェンジーズっていうリメイクのブランドとちょっとこう別注というか、僕らまたこれも別注。はい。こんなのいいんじゃないかって企画からもちょっと投げさせてもらって、レイヤードパンツみたいな、今レイヤードさせてるっていう。最後まで2枚だ。どっかで突き当たるかなと思ったら突き当たるのが。抜けた。ショーツとこのヴィンテージのスカーフ、タイとかのドッキング、ちょっと色味とか違うんですけど、を一点一点ちょっとつなぎ合わせて。はい。これ可愛くない？一個一個できたい。これでおいくらくらいなの？ 28,600円と
長い方で25,300円です。安いよ。これもヘルスっていうヘルス。これ大阪のブランドです。ダマシーみたいなギガムチェック。一人講師でもあるんですけどチェック本当騙しになってて、全部ねこう本当にレッドストックの生地しか使わなくて、毎回新鮮な生地感だったりとか、僕もね同じ型のパンツで違う生地何本か持ってたりとか。まずそのレッドストックの生地ありきなんだ。そうなんですよ。ここが、ポリプロイドっていうブランドで、ポリプロイド、はい、ドイツのブランドです。また外国。こんな感じ。ポリプロイドは1個のコレクションの中に A、B、C っていうタグを見てもらうと表記されているんですけど、C。まあそれって何なのかっていうと、同じ形で3つの生地でアプローチしてるんですよね。これとこれが一緒です、ね。あ、一緒だ。タグがこっち A なんですよ。こっちが C。はい。でコレクションでいうとセレクトはしないですけど B もあって、A は絶対イギリス製のオーガニックのコットン、ナチュラルコットンっていうベッドリネンとかって言われる、もう枯渇するって言われてる生地で全部作ってて、で BC はそれに対して全然違う生地を持ってくる。あ、確かにな。同じ形でも違うなっていう、恐るべきシャツの世界。このライン全部やばいやつ結構こうクラフトのクロートたちをちょっと集めさせてもらってるって感じ、なんか分かりやすい、島が分かりやすくていい。カミエル・フォートネスっていう京都でもお菓子も京都でもともとやってたブランドで、オランダのブランドチャイナジャケットを多分してもらったブランドなんですけど、見て普通にさジップだと思うじゃん。最後まで入ってませんみたいな。ラックですね。ラックとても長いラック。ファッションの学校出てないので自由だよね、作り方がね。かなり自由ですね。なんでこんな大きいのみたいな感じで、なんかパターン無視みたいな。パターン無視ですね。最後は小物のコーナーなんですけど、めちゃめちゃレザーが充実しておりませんか？エンナスキーマ12年ぐらいお付き合いあるんですけど。長いね。そうなんです。これ全部エンナスキーマ。このバッグ、ちょっとビューティフルビューの小物ありますけど、この辺のバッグ群かかってるもの全部エンダー。はい。バッグでいうとどの辺が売れてるんですか？定番はこのピグスキンって言われる豚革なんですよね。価格結構1万アベレージだった。あ、そんなに安かったんだ。カウレザー使っててちょっとデザイン入ってても3万いかないぐらいだったりとか、ちょっと大きくなって4万くらいだったりするので。意外だった。そうなんですよ。ここら辺可愛くない？トートバッグ。はい、いいですね。でっかいの可愛い。エンダースキーマの概念でいうと、元あるデザインとか既成概念に対してそれを破壊するっていう、自らがやっぱりレザーのイメージを打ち崩すために全然違うものを作ったりとか、その辺もエンダースキーマなんですよ。そうなんだ。言われてみればディティールニュアンスはレザーが残ってるけど大まかに違うっていう。はい、ちょっと15周年一番初めからお付き合いあるってことで、特別にシューズを作らせてもらってて、すごい綺麗なドレスシューズじゃない。ドレスシューズだけどスニーカーの紐かっこ太いみたいな。靴下も一応コンセプトで。そうですね。これは違うぐらい作りました。ヤスって書いてます。ヤスだってスタッフがいるんだけど、そのうちモチとか出るんですよ。パソっていうアクセサリーのブランド、925シルバー全部ハンドメイドで作ってて、ハンドメイドなんだ。はい。でここが年2回ファッションウィークでメンズの方ですけどパリ行かさせてもらってて、もう50年ぐらいお店を構えてるパーツのショップがありまして、一個一個全部が引き出しに入ってるようなところで、これ作ってくれとかそういうこと？はい。僕らがこれを見つけたらこれで何センチのどんなネックレスを一緒に作ろうよとか、これの本だけやったらこれじゃあここは何年代の何々で、じゃあ何年代のチェーン持ってきて大きさこんなんだとかっていうのをずっとやり取りして、本当に40年代のスワロフスキーなんですけどレッドソックスで、結構喧嘩するというか、そのフランス人も、自分らも珍しいから売れないとかって言うんですけど、ちょっとそこお願いしますっていうのをむっちゃやり取りして作ってもらってるようなものばっかりって感じです。これ全部ヴィンテージのパーツなんだ。そしてはお手頃じゃないですか。そうですね。ファッションブランドではなくて本当にパーツを売ってるショップなんで。そっかそっか。でもこれも半分別注だもんね。そうですね。京都のルームもすごいなと思ったけどさ、大阪も大阪でなかなかどうしてじゃない。レイさん的には何が一番気になりました？今日。トゥグートがあるっていうことがとても衝撃だった。全体的にすごい長く付き合ってやってるっていうことがすごい良かったなって思った。アイテムだけで見るとこれ
大陸のこのツイードシリーズ、私結構これキュンでした。皆さんどのブランドだったりとかどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとは引き続きモッチのラブレターもお待ちしておりますのでよかったら恐縮です。本当に恐縮です。もうむちゃく恐縮です。ほんまにもう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。